UV レジンラグジュアリーゴールドキーボード。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。大変お待たせいたしました。今回はホワイトのベースにゴールドのパーツとクリスタルをふんだんに使ったゴージャスでラグジュアリーなキーボードを作っていこうと思います。今回使用するのはこちらのパーツたち。ゴールドのものをたくさん集めました。このパーツがとっても可愛らしかったので、こちらに合わせてゴールドのチェーンとアルファベットのパーツたち、そして、こちらピンクゴールドの可愛らしいブリオンです。そして、フォージの63メカニカルキーボード、そしてキーキャップのシリコンモールド、だいぶ使い込んできましたね。それでは早速デザインのイメージを固めていこうかなと思います。いつもと同じようにまずは並べて、こういう風にしたいなというデザインに並べていきます。そして今回はこのアルファベットのパーツたちをそのまま文字にしていこうかなと思います。それぞれ対応するところに並べてみて、この時点でとっても可愛いなと思っておりました。こういう感じになりますね。そしてこちらのパーツを使いたかったんですが、これはどうしても入らなさそうでした。こちらのお花のパーツたちはカットすればなんとかいけるかなという感じですね。こんな感じでまず最初に準備をしていきたいと思います。それでは、この輪っかの部分、パーツの部分なんですけれども、ここはいらないので全てカットをして準備をしておきます。今回はこういったニッパーでカットする音やヤスリで削る作業の映像なんかをたくさん入れておきました。そちらの作業風景楽しんでいただけたらなと思います。説明を入れつつ、音を楽しめるようなそんな動画になってたらいいなと思っております。ですがね、ちょっと長くなってしまいましたので、やっぱりどうしても少し早送りで、送らせていただいております。こちらのパーツなんですけれども、輪っかの部分をカットするときにニッパーでカットするよりも切り込みを入れてクイッと曲げるとすんなり取れたりするものもありましたので、まずは切り込みを入れてクイッと曲げて、カットしていくという方法を取ると作業がしやすくなるかと思います。裏面からカットした方がやりやすいものもありますので、こんな感じでアルファベットのパーツの準備ができました。そして今回使用するのはラグジュアリーということで SK 本舗さんのネオレジンを使っていきたいと思います。透明度が高く反りが一番出ないレジン液でした。そしてこちらがダイソーさんのインテリアガラスサンドパールホワイトがとっても綺麗です。それでは急ぎ足となっておりますが、早速文字キーを作っていきたいと思います。まずはいつもと同じようにパーツ部分にレジン液を流したら、第1層目を作っていきたいと思います。こちらアルファベットのパーツを裏面に向けて一旦硬化します。そしたらパーツ部分に先にこちらのガラスサンドを乗せて硬化をしておきます。今ですね、すべての面にガラスサンドを乗せているのですが、これを作る時にはですね、中央部分にだけ乗せた方が後からの作業がしやすかったかなと思います。それではたっぷりとレジン液を入れたら、こちらにもガラスサンドを敷き詰めていきます。こちらのガラスサンドなんですが、一番作業が難しかった部分で、敷き詰めたいのですが敷き詰めすぎると蓋が閉まらないということが何度もありましたので、ここは少し少なめに入れておくと作業がしやすいかなと思います。それでは早速取り出していきます。はい、こんな感じで仕上がりました。すでに可愛らしいですね。ホワイトのパールがかった部分が上品で、ゴールド、これはピンクゴールドですね。このテイストがとても気に入りました。そしたらニッパーを使って周りのバリをカットしていきます。まずはざっくりとカットをして、後から細かい部分をカットして
さらにヤスリをかけて滑らかに整えていきます。これが一つのキーキャップの、作り方ですね。この作業をどんどん繰り返していきたいと思います。はい、出来上がりました。それではもう一度パーツを裏面に向けてセッティングします。このアルファベットのパーツがですね、すごく、ちょうどぴったりのサイズだったので、今回はキーキャップにちょうど良かったなと思いました。で、ガラスサンドを入れていきますが、中央部分には、あまり入れずに、周りになるべく敷き詰めるようにして蓋をかぶせて硬化をします。はい、こんな感じで仕上がりました。これもいいですね。同じようにニッパーを使ってカットしていきます。こちらはガラスサンドがちょっと多すぎましたね。今みたいに少し量が多い時は、ガラスサンドを取り出して、また蓋がぴったり閉まるように確認してから硬化をします。蓋がぴったり閉まる状態でないとしっかりとしたキーキャップが作れないので、まず最初に蓋をかぶせて閉まるかどうかの確認をしてください。こちらは大丈夫そうでしたね。このホワイトのガラスサンドの量の調整が一番難しかったです。それではカッコの記号の文字を作っていきたいと思います。まず、1層目を硬化したら、もう一度薄くレジン液を敷いてゴールドの透かしパーツを入れて硬化したいと思います。そして今回こちらのゴールドのホログラムを使用いたしました。こちらを使うとですね、かなりゴージャスな仕上がりになりましたので、今回重宝いたしました。敷き詰めすぎないように、周りにモールドに沿わせるようにして配置をします。こんな感じで仕上がりましたが、少し少なかったですね。なのでもう少しだけ量を入れて、硬化したいと思います。透かしパーツを入れてたっぷりとレジン液を流したら、こちらのホログラムをモールドの端に沿わせて少し沈めながら配置をしていきます。蓋をかぶせて硬化をしたら、このくらいの割合だとちょうどいいかなと思います。はい、こちらで3522の文字列が出来上がりました。
パールのホワイトをベースにすることによってこちらの文字がより見やすくなったかなと思います。それにしても大きい文字がドンと入っているのでとても見やすくなりましたね。それでは3523のモールドです。接続パーツの上に今度は一粒だけガラスサンドを置きます。なるべく薄いものを選んでおくといいかなと思います。そしてこちらのモールドには中央部分を開けて、ガラスサンドを配置しておきます。そうすると先ほどみたいに蓋が閉まらないということが、なくなりました。どうしても量の調節が難しくってたくさん敷き詰めたいのですが、蓋が閉まらないとキーキャップとして、使えなくなってしまいますので、敷き詰めたいんですが少し少なめで、配置をしていきました。それでは同じようにこんな感じで作っていきたいと思います。こちらのセミコロンの、記号のキーキャップには、先ほどより一回り大きい透かしパーツを入れてホログラムを配置して効果をしました。こちら2つ対になっている、キーキャップですので、同じ列の記号のキーキャップは同じパーツを使ってというデザインにいたしました。これで3523の列が出来上がりました。どの文字も可愛らしいのですが、私は特にこの G のパーツが気に入っております。斜めにして入るかな入らないかなぐらいで、ぴったりと収まってくれたこの感じがすごく響いております。では3524の列を作っていきたいと思います。もうこの辺りまで来るとガラスサンドの分量も大体の目安をつけることができるようになっていると思います。ヤスリを当てるときは刃がどこに当たっているのかを必ず意識してください。そうするとどこが角が出ているかなとか、ここだけが出っ張っているかなっていうのが見えてくると思いますので、刃を当てて角度を少しずつ変えながらまっすぐに調整していくというところに注意しながら削っていくと綺麗にまっすぐ削れるかなと思います。あ
とヤスリで削るときは力はそんなに入れなくても大丈夫です。刃を当ててまっすぐ優しく削っていくという感じで作るとまっすぐ仕上がるかなと思います。あまりにも出っ張りが多くてたくさん削らなければいけないという時でも刃を当てて、少しずつ力を加えずに削っていくと綺麗に仕上がるかなと思います。力を入れずに、力入れると疲れちゃいますからね。早く動かすのはいいのですが、圧をかけすぎるとまっすぐ仕上がらないので、優しく刃を当ててまっすぐ動かすという感じです。はい、こちらで3524の列も出来上がりました。こちらの文字のパーツ、とてもおしゃれなデザインなのに、このキーキャップにぴったりっていうところが今回私のツボでした。それでは、スペースキーやエンターキー、シフトキー、その他のキーを作っていきたいと思います。まずはエンターキーとシフトキー、このお花のパーツ、シリコンモールドに入らないので、まずは葉っぱをカットいたします。1枚だけカットすれば入るのですが、バランスが、おかしくなってしまうので2枚ともカットいたしました。この方がいいですね。そして今蓋をしたんですが、どうしても厚みがあって、入らなかったので蓋を閉めることができませんでした。なので、こちらのお花のパーツも根気よく削っていこうかなと思います。ヤスリを使ってこのくらいまでだいぶ薄く削りましたね。これでも、シリコンモールドギリギリでしたね。それでは、1層目を流したら花のパーツを裏に向けて葉っぱを1枚入れて、ここにブリオンを落としていきます。大きいものと小さいもの、中くらいのものとありますので、大きいものを配置して一旦固定をしたいと思います。2層目に入ります。2層目で葉っぱの2枚目を入れます。そうすると立体感が出て、綺麗な配置になるかなと思います。硬化が終わったら、たくさんレジン液を流してブリオンをもう一度散らして蓋をして硬化をします。何層かに分けることによって、このクリアのキーキャップの中でも立体感を出すことができる配置となりました。ブリオンも、浮いていたり下にあったりといい感じに配置することができました。それではもう一枚のお花も削って、もう一つ作っていきたいと思います。はい、土台が出来上がりました。こちらもいい感じですね。カットして削りを終えております。そしたらネイルステッカー、今回はホワイトのものを使用したいと思います。一つずつ文字を貼ってエンターのキーキャップが出来上がります。はい、そしたらですね、私の大好きな一粒クリスタルを、今回は一粒にはならなかったんですが、すべてのキーキャップに一粒ずつクリスタルを配置したいなと思います。ですがね、このエンターとシフトキー、お花のパーツだけは少し散らした感じにクリスタルを配置していこうかなと思います。この辺りにしましょうかね。バランスを見ながら、並べていいかなと思うところに配置をします。はい、出来上がりました。やっぱりクリスタルが入ると違いますね。
で今回はですね、側面、外側に向くところも、コーティングをしておきたいと思います。それではスペースキーに入ります。こちらのチェーン、ゴールドのチェーンをスペースキーの長さに合わせてカットしておきます。こちらのスペースキーいっぱいにチェーンをまっすぐに配置したかったのですが、このパーツを入れるとやはり蓋がちょっとだけ閉まらないということになってしまいましたので、残念ですが、2列ずつチェーンを2つずつ2列に配置していこうかなと思います。すっごく悩んでしまったんですが、これが一番、私の中では解決策かなと思っております。そしたらですね、裏面に向けて配置をします。この時に、スペースキーの、接続部分が当たらないように最初に確認をしておきます。途中までレジン液を流して硬化が終わっている状態ですね。そしたら、いっぱいにモールドいっぱいにレジン液を流して先ほどのチェーンを配置しておきます。ちなみに今回のネオレジンはだいぶ粘度が高めのものでキーキャップ作りには向かないかなと思ったのですが、パーツが動かないという点ではものすごく使いやすかったですね。蓋をして硬化をするとパーツが動いている時があります。硬化熱によって、その時その現象が起こらなかったっていうのと、今回ですね、今まで使ったレジン液の中で一番それが少なくて、特にスペースキーも問題なくまっすぐに仕上げることができたので、やっぱりとてもいいなと思いました。ちなみに次回は SK 本舗さんの、サラサラとしたタイプのレジン液を使って作りたいなと思っております。そちらもね、比較できたらいいなと思います。どんなレジン液使ってもスペースキーはまっすぐにしないといけないんですけどね。はい、クリアなスペースキーの土台が出来上がりました。こちらのストーンの配置はものすごく迷ってしまいまして、他のキーキャップを作ってから配置を考えることにいたします。それでは、その他のキーキャップ、こちらはですね、コントロールと Windows キー、そしてオルトキーですね、2列先ほどと同じチェーンを使って2連の2列を作ります。今回は他のキーキャップはすべてチェーンとこのホログラムを使ってデザインをしていきます。ちなみに一番最初になくなる文字のステッカーは何だと思いますか？答えは T です。エンター、シフト、オルト、コントロール、オルトキー2つありますね。シフトキーありますね。ということでタブもありますね。T が最初になくなります。このネイルステッカー1枚では2セットキーボードは作れないんですね。
それでは他のキーキャップのクリスタルの位置が決まったので、スペースキーのクリスタルの配置も決まりました。今回はですね、こちらの側面にトップコートを塗って、たっぷりとラインストーンを一列に敷き詰めていこうかなと思います。これはかなりゴージャスな感じになりますよね。こんな感じで一粒ずつ並べていきます。手前にすると外側から見た時にキラッとしたのが見えて、今回のラグジュアリーのイメージにぴったりかなと思いました。はい、こんな感じで効果ができました。とってもいいですね。その他のキーキャップ、こんな感じで仕上がりました。それでは3524のモールドを使って矢印キーを作っていこうと思います。こちらの矢印キーはアクセントになるキーキャップだと思っておりますので、ゴールドのハートのプレートを選びました。1層目で固定をしたら、また先ほどの、パールホワイトのガラスサンドを敷き詰めて蓋をして硬化します。はい、こんな感じで仕上がりました。とってもいいですね。周りのその他のキーキャップはチェーンで仕上げているんですが、こちらはですねプレート状のゴールドで、ハートのモチーフを選びました。とってもいいアクセントになるかと思います。そしたら、こちらカラージェルネイル用のものなのですが、板ネイルのホワイトを使って矢印のペイントをしていこうと思います。この板ネイルシリーズはすごくラインを引くのにぴったりで、こういったキーキャップの細かい文字なんかを入れるときにとてもいいなと思っております。コーティングをしたら一粒クリスタルをこのパーツの穴の部分を隠すように配置をしていきました。このストーンの配置も迷ってしまったのですが、今回はここでいいかなと思います。はい、とっても可愛らしいアクセントのパーツ出来上がりました。それでは3521のモールドを使って数字キーを作っていきたいと思います。こちらのパーツ使うのすごく楽しみでした。可愛らしいですよね。で、このパーツ細かい突起がたくさん出ているので、一旦レジン液に浸します。そしてから接続パーツの上に中央に置いて硬化をして準備をします。このレジン液をコーティングしておかないと気泡が出てきてしまって小さい気泡がどうしても入ってしまうんですね。なので硬化をする前に先にレジン液でコーティングをしてから、モールドに入れると今みたいに、クリアなキーキャップが出来上がります。こちらも向きを確認して配置をしたら、はい、こんな感じで仕上がっております。パールもゴージャスな感じがしますよね。ラグジュアリーのイメージにぴったりです。はい、いいですね。こちらも浸して、こういったデコボコのパーツ、それからドライフラワーなんかもそうなんですけど、最初にレジン液に浸してからこういったモールドに浸すと気泡が出にくくなります。
ゴージャスな土台が出来上がりました。全部並べてみて、ここがいいかなというところに順番を変えておきます。この作業がですね、麻雀牌を並べ替えているような気分になりました。以前ね、クリア麻雀牌というものを作ってありますので、まだ動画ご覧になってない方はぜひご覧ください。そしたら、ステッカー、そして、ペイントをして文字入れをしていきたいと思います。そしたらコーティングをして少し小さめの石を、こちらの数字キーは右上の方に配置することにいたしました。ストーンの位置がですね、今回とっても迷ってしまいましたが、ここの数字キーは全部揃えて右上で配置をしていきます。それでは最後、ステッカーのないものや、記号などはペイントで仕上げていきたいと思います。はい、それではすべてのキーキャップ揃いましたが、文字キーのところだけやっぱり一粒クリスタルが欲しいなと思ってしまいました。なので、今回はですね、それぞれの文字に、バランスのいいところにランダムに一粒クリスタルを配置していこうと思います。この文字がですね、とてもおしゃれな形になっているので、どこに配置してもしっくり決まるのですが、私は特にこのラインの上に載せるデザインと、あとはこのカーブに沿って載せるデザインが気に入っておりますね。で、どこに載せようか迷ってしまった時は四隅のどこかに置くとしっくりくるかなと思います。あとは隣同士のキーキャップとのバランスや上下の列の配置を見て、バランスのいいところ、それからお好みのところに配置できたらいいんじゃないかなと思います。それでは最後のエスケープキーです。こちらはですね、いつもエスケープキーに一粒クリスタルを置いてアクセントにしていたのですが、今回はですね、ここのエスケープキーは思いっきりゴージャスに仕上げたいと思います。大きいストーンを乗せて配置をしたら、その間に小さいストーンを入れて埋め尽くしてしまいます。はい、これでゴージャスなエスケープキーが出来上がりました。効果が終わっております。キラキラですね。はい、これで全てのキーキャップ完成です。近くで見るとこのホワイトの部分がとても上品に演出してくれてるかなと思います。とってもゴージャスでラグジュアリーな仕上がりとなりました。それでは楽しみにしていた装着をしていきたいと思います。この瞬間が一番楽しみですよね。
それではキーキャップを外して早速つけていきたいと思います。はい、大丈夫そうですね。こんな感じで一つずつキーキャップを外して取り付けていきます。で、いつもスペースキーがですね、とても緊張する瞬間なのですが、こちらを取り付けて、はい、問題なさそうですね。今回もまっすぐ仕上げることができました。それでは取り付けていきたいと思います。最後のエスケープキーをつけて、はい、完成です。今回ですね、これ大変私好みのキーボードとなりました。ラグジュアリーで、ゴージャスな仕上がりで、こういう感じで仕上がっております。いいですね。私的にはですね、今までで一番毎回作るたんびに今までで一番っていう感じになっておりますが、選べないのは事実ですが、こちらはですね、使いやすいデザインかなとは思っております。それではスイッチを入れて光らせていきたいと思います。光ってますね。ついつい押したくなってしまいます。今回のパーツ、文字のパーツが大きいので、すごく見やすいかなと思いました。今までの中で一番使いやすいデザインかなと思います。あとはですね、なぜか押し心地が少し滑らかになったような気がいたします。これはレジン液のせいなのでしょうか、ちょっと考えておきたいと思います。ライトを消すとこんな感じで鮮やかに見えますね。このライトアップ好きですね。カラーが入るとなんだかエキゾチックなイメージにも見えてきました。ですがやっぱりこのブルーもいいですね。このデザインにはホワイトかなと思います。しっくりきますね。それではしっかりタイピングできるか試していきたいと思います。大丈夫そうですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。またキーボードを作っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてまた遊びに来てくださると嬉しいです。Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel and I'm gonna make more keyboards. Also, I'm thinking about making a video in English. If you want to see it, please let me know. Comment in below. See you next video. Bye! チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。TikTok、Instagram、Twitter、その他の SNS、使用材料などはすべて概要欄に記載しておきます。